エーテル時代のシュタイナー。皆さんこんにちは。今回もまた日本語でお話ししたいと思います。前回の動画ではですね、私が考えるそのシュタイナーの最重要な予言っていうものを2つ選び、でそれについてお伝えしました。一つ目がエーテル界におけるキリストの出現、20世紀半ばから始まるその出来事で、第2番目が、それと関連している予言で、シュタイナーと20世紀初めにアントロポゾフィー運動の基礎を作り上げ、彼と共に活動した人たちの魂が生まれ変わって20世紀の終わりに再び地上に集まり、アントロポゾフィーの活動を再開する。で、その活動っていうのがアントロポゾフィーの頂点を作り出すことになり、でそれがアントロポゾフィーの成就なんだっていう発言をシュタイナーはしているんですね。でこれまさに本当に驚くべき発言でして、カルマ講義の中に何度かそれを繰り返しているんですね、シュタイナーは。でそのシュタイナーは自分が生きていた当時やっていることですよね。ものすごく様々な衝動が現れ、いろいろな新しい分野が形成され育成され、シュタイナー教育、シュタイナーの医学、そして農業で社会産総説だとか、オイルとミー、その他いろいろなものがあると思うんですけれども、生活とか文化とか教育とかそういったいろいろな分野の改革じゃないけれども、そういうのをシュタイナーは進めていったわけですよね。彼の友人であり、彼の弟子でありっていう人たちと共に、その魂たちがまたこの短いその霊界の滞在の期間を経て、また地上に現れて、でその人たちがそのアントロポゾフィーの頂点を作るっていうことは、シュタイナーが実際地上に生きていた。で様々なその素晴らしいパイオニアの人たちがいたと思うんですけど、その人たちとシュタイナーの共同作業っていうのは、あれはある意味準備でしかなかったっていうことなんですよね。で、今私たちが生きている時代、20世紀の終わりから私たちが今生きている時代に、本来のそのアントロポゾフィーの成就っていうものがなされるっていうことを予言しているんですよね。これはね、かなりすごい、結構ぶっ飛んでしまう内容だと思うんですよね。で、それから受けるすごいインパクトがあると思うんですけど、それちょっとどういうふうに理解したらいいのかなっていうふうに、みんなちょっとある意味少し困惑するのかなと思うんですよ。で、実際そのシュタイナーのその発言の困惑するような、そのちょっと捉えきれないようなその内容ですよね。そこに私はこの予言を読み解く大きな鍵があると思っているんですね。というのはですね、視点を変えるっていうことがすごく必要になってくると思うんですよ。この予言を読み解くためには。で、今までのその普通の考え方って言ったらちょっと言い方がおかしいかもしれないんですけど、その通常のイメージをもとに考えていると、これは理解できない予言なんじゃないのかなと私は思うんですね。で、やはりそういう意味で、視点を変えるっていうことがちょっとアントロポゾフィーの本場である伝統を守る、そういう使命を担ったアントロポゾフィーの本場、中央ヨーロッパの本場では、やっぱりその視点を変えるっていうことが、
大変難しい。で、そのせいもあって、やはりそこのシュタイナーの予言が、外れたっていう、結論がなされてしまったんじゃないのかなと私は思うんですね。では、実際、視点を変えるっていうことは、一体どういうことなのか。具体的に、シュタイナーの予言を読み解いていくために必要なその視点を変えるっていうことはどういうことなのかということなんですけれども、そのためにはもともとじゃあ一体どんな視点からスタートしているのかっていうことを理解するのが重要かなと思います。もともとの視点というのはやはりその中央ヨーロッパではそうですね、シュタイナー教育とか、シュタイナーの医学とか、あとオイルトミー、言語造形、いろいろな個別の分野で、パイオニアの人たちがシュタイナーと組んで、やはりその活動を進めていったわけじゃないですか。ですので、そういった一種の各分野のスターみたいな人たちがいたわけですよね。言語造形だったらマリー・シュタイナー教育だったらシュトゥットガルトのシュタイナー学校の先生だとか、そういうパイオニアたち、一種のスターとしてのパイオニアたちで、その人たちが具体的にやっていたことで、そのやり方とかその雰囲気とか、それが再びまた20世紀の終わりから現れてきて、そういうような状況が一種繰り返されるっていうか、同じやり方でことが先に進んでいくっていうイメージがあったんじゃないのかなと思うんですよね。で、そういうことを実際言われてもいますし、でも、いわゆるパイオニアのスターたちが当時やったことは、もちろんね、彼らがすごく有能な方々だったっていうことは、間違いないんですけれども、やはりそれプラス、ルドルフ・シュタイナーっていう霊的な指導者が実際生きていて、で、彼がいろいろな具体的な衝動とか方向性とかそういうものをバンバン出していって、で、その有能なパイオニアの人たちにインスピレーションして彼らと一緒に作り上げていっていたわけですよね。で、シュタイナーっていう存在自体がもう同じ存在としては出てこないわけじゃないですか。だから、彼みたいな霊的指導者と非義参入者がいないっていう前提の上で、シュタイナーはこの20世紀の終わりからアントロポゾフィー運動の頂点が達成されていく。で、それがアントロポゾフィー運動の成就となるっていうような、そのような状況が生まれるっていうふうに彼は、予言しているわけですよね。だから、それは一体どうやってじゃあ可能なのというふうに問いかけが出てくると思うんですよね。ですから、前回のようなね、20世紀初めのような、状況と同じ状況で、シュタイナーのいう頂点っていうものが出来上がるはずはないと思うんですよね。それはもう完全に無理ですよね、最初から。ですので、シュタイナーの言う頂点というのは、彼が生きていた頃のアントロポゾフィーのやり方とはまた違う、新しいやり方のはずなんですよね。で、もちろん全部が変わってしまうっていうわけじゃないと思うんですけど、昔のやり方をそのままやって、また前回みたいにどんどん世の中に広めていくっていうか、それをもって頂点っていうことはまずありえないっていうことですよね。これを言うとちょっとショッキングな内容かもしれません。
けれども、これはちょっとやはりお伝えしたいなと思うんですよね。で、別にシュタイナーが生きていた頃に、彼がパイオニアの人たちと一緒に作り上げた分野が悪いっていうことを言おうとしてるんじゃないんですね。それはそれで重要だと思うんですけれども、それを過去の伝統通りにやっていくことで頂点っていうものが可能だっていうふうにイメージしてたら、それは違うと思うんですね。それはもうはっきり違うっていう風に理解すべきなんじゃないのかなと私は思うんですね。シュタイナーのこのアントロポゾフィーの頂点の予言っていうものが完全に外れたって思われてしまっている最大の原因はやはりそこにあると思うんですよね。視点を変える。今までのやり方をそのまま続けていく。その今までの形、今までのスタイル、今までの構造がそのまま続いていくことで、それでその頂点が達成されるっていう、その考え方を一回横に置いとく必要があるなと私は思います。アントロポゾフィー運動の組織的な側面を考えると、やはり教会文化的な名残がシュタイナーの生きている頃にもありましたし、で、それがやっぱり20世紀、21世紀に入ってもまだ根強く残っているわけですよね。教会文化的なその縦社会の構造っていうのがすごく残っていて、それを保持して維持した上で、今、現代において、アントロポゾフィーの頂点を達成するっていうのはほぼ無理だと私は思うんですよね。シュタイナーの意図していたアントロポゾフィーの頂点っていうのは、もっとその時代に合わせた、私たちの今生きている時代に合わせて変化していくアントロポゾフィーの衝動の具現化だと私は思うんですよね。ですので、やはりシュタイナーという絶対的な霊的権威者というか非参入者はもういないわけですから、アントロポゾフィー運動の中でフラットな関係性になっていくはずっていうか、行くべきだと私はやっぱり思うわけですよ。で、それが時代にも合っていますし、それとか、やはり、中央ヨーロッパのアントロポゾーフたちの頂点っていうことに関するイメージとしてすごく強いのが、やはりシュタイナーと一緒に生きてたパイオニアの人たちがまた当時のような姿、形っていうか性格っていうか立場っていうか立ち位置とかそういうものを持ってまた現れて、あくまでもアントロポゾフィー教会の中で頂点を作っていくっていう、そういうイメージだと思うんですよね。で、それが、実際、実現しなかったっていうことで、全体のシュタイナーの予言は外れたっていう結論が下されてしまっているんですけれども、私が考えるのは、今年がクリスマス会議100年なんですけれども、クリスマス会議によって、新たにアントロポゾフィー教会が再編成されたということで、シュタイナーアントロポゾフィー運動とアントロポゾフィー教会は一つになったっていうことを宣言しているんですね。でも、それが、シュタイナーの死後もずっとその形が唯一正しいことだっていうふうにされてきたんですよね。中央ヨーロッパでは。でも、それが本当にそうなのかっていう問いがやはりたくさんの人が持っているわけですよ。で、本当にシュタイナーが生きていた当時、1924年の時点、23年から4年にかけての時点で、シュタイナーがアントロポゾフィー運動はアントロポゾフィー教会と一体だって言った言葉、それが本当に今日まで生きているのか
で、それは生きているとしてエソテリックなその事実として21世紀の初めぐらいまでそれがすごく強調されていたわけなんですけれども、それはでも実際に本当にそうなのか。アントロポゾフィー協会の会員証、その会員証をね、持ってない人。で、アントロポゾフィー協会に会員としてお金を納めていない人。で、そういう人たちは、ルドルフシュタイナーのその霊性と結びつけないんでしょうかね。実際私がヨーロッパに渡った時にはですね、それを本当に言われたんですよね。アントロポゾフィー協会の会員になるべきですよってならないというかならなきゃいけないですよね。本当にそのアントロポゾフィーのことを大事だと思うんだったらアントロポゾフィー協会の会員になるべきですよねって。で、それはなぜかというと、そのアントロポゾフィー協会の会員になることで初めてルドルフシュタイナーの霊性と本当に結びつくことができるんですって。それ以外の結びつき方はないんですよって言われたんですよね。で、それがショックっていうかびっくりしたわけなんですよね。当時。で、それがパイオニアたちの出現の時期だったわけですから、やっぱりみんなアントロポゾフィーの頂点を作っていくべきだっていうことで、みんな、それに対してすごく頑張ろうっていう、頑張りたいっていう、その努力するっていうか頑張るっていうつもりで、勧誘とかもそういう形ですごくやっていたんじゃないのかなと思うんですけれども、で、そのあたりを、少し問い直していくことがやはり今日すごく必要になっているんじゃないのかなと思うんですよね。その中央ヨーロッパのアントロポゾフィー運動の中ではやはりすごくアントロポゾフィー運動が崩壊していく、アントロポゾフィーそのものがなんか崩壊していくっていうことが感じられていて、すごくそれに対するその現実味がすごく出てきている。で、それをみんなが語り始めているんですよね。だからそういう時期だからこそ、今までいろいろこれが普通だよ、これが当たり前だよって思ってたような観念とか視点とか考え方とかイメージとか、そういったものをこの際一度全部振り返ってもう一回見直していくっていうことがやっぱりすごく重要になってくるんじゃないのかなと私は思います。このテーマはですね、やはりすごく深いものがありますし、結構難しい内容でもありますので、やっぱり今回だけではその終わりそうになくなりました。ですので、またこれをちょっと続けていきたい。次回の動画になるかどうかはちょっとわからないんですけれども、このテーマ、予言のテーマは、もう少し深掘りしていくつもりでいます。